じゃあ早速よろしくお願いします。よろしくお願いします。岩手から。おお、ありがとうございます。いえいえ、そんなことない。ちょっとそうです。遠野、うちの母親ですよね。はい、母の生まれ故郷です。ちょっと詳しく後で。先に髪の毛結構癖ありますね。やっぱりいますよね。パーマかけてないです。ああ、じゃあ癖すごいですね。やっぱ気になりますよ癖。前髪がうねってきて私を攻撃してくれて、こう目に入る。眼鏡とかかけるんですけど仕事中。それでも間をかいめてグッと目に入って。目に入っちゃう。どうですか。癖を伸ばすパターンと癖を生かす方法とあって、まっすぐにしちゃうと会社で似合わないって言われるんですよ。なんか顔がきつい。なるほど。言われて、だから生かした方がいいのか、でも顔周りだけはちゃんとまっすぐにしちゃってっていう方法もあって、1年ぐらい前に顔周りまっすぐにしたんですけど、やっぱりシャキンとなるの怖くてどうですかねって聞いたら、今の技術はそんなことないって言われてやってもらったんですけど、シャキンとはならなかったんですけど、毛先がチェックマークのレッテンってわかります？ピッ。そう、全部ピッピッピッって折れちゃったあれみたいな。多分弱いのかもしれない、髪が。そうですね。いや、弱いと思いますよ。細いんで、それは薬剤の調整で結構綺麗にはもちろんできるんで、なのでもしかして顔周りだけでもやった方がいいのか。そうですかね。目に攻撃するんですね。そう、グーって入ってきちゃうんですよ、この毛先。で、あとトップのボリュームが少なくなってきてるのもあるし、そうですね。やっぱちょっとチリチリしやすいのかな。そうですね。子供の頃からなんですけど、すごいチリチリしやすくて、伸ばしてると髪の毛が溶けないっていうんですかね。ガリガリしちゃってもう、いつも毛先から慎重に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 。なるほどなるほど。で縛ったりするのもゴムに髪の毛絡むんですよ。細いからね。そうなんですよね。なのでどういうのがいいかってなると。丸投げしたいんですけど。どうしようかな。で短くしてもいいんだけど、後ろの襟足があまり好きじゃないんです。自分結構下まで行って幅広いんですよ。そうですね。そうなんです。あんまりこれはちょっと見せたくないので。そうですね。ショートにするにはもうショートはもう完全バリカン入れないとダメなやつですね。そうで、こまめにね行ければいいんですけど、ちょっとあんまりこまめに行けないので、美容室も多いんで。多いんで。こういうとこですよね。そうなのでレテンにならないように。レテンにならないように。レテンにならないようには全然問題はなくできると思うんで。どうですかね。あとやっぱり重たくなってきちゃう、なんていうんですかね、前癖なのかな。前から見た時と後ろはいいんですけど、真横から見た時になんかメロンとしたなるほどね。でちょっと盤面もそうなんだけど、後ろも絶壁だし、ここも絶壁だし、全体的に四角いんですね。四角いのか。でも下のこのカール感とかは生かしつつ、そうなのでどうしたらいいんですかねって、本当に迷子なんです。迷子中ですね。手っ取り早く綺麗になるのは、例えばこの下のカールは僕いいと思うんで、これレイヤー入れて動きバーって出すんですけど、表面と前髪だけストレートして下のカールになじましちゃう。上をストレートかけてつるっとしちゃうんだけど、下のカールこうやってねじって乾かすと上がこう回ってブローされるんで、このチリチリだけ押さえて、顔周りも含めて押さえてレイヤーカットがいいかなと思います。お願いします。ですね。はい。ただ、カラーも多分ちょっとしたいんですけど、髪結構実は体力少なめなんですね。要は元の防御力っていうのが少ないから。そう、なんていうんですか、髪全体が多分ねスポンジ状にできてるんだと思います。髪の毛一本一本が。そうですね。要は空洞があったりとか。なんでどっちかというと今日はもうストレートとカットで綺麗にしてっていう感じでいいかなと思います。で別日でカラーとかしてもらったりとか、ハイライトしてもいいし。いろいろやってもいいと思うんですけど、今日はとにかくイメージを変えるために前髪とですね。ここら辺ね結構ね、そうなんですよね。でおでこじゃなくて前髪なのか胸なのかも分かんなくなっちゃう。じゃあ早速ねちょっと見てみましょう。ちょっと真正面向いててください。すいません。髪の毛が入ってすぐ涙が出ちゃう。目に髪の毛攻撃的な前髪なんです。ちょっと前髪ですね。そうですね。ここら辺表面はやって。そうですね、顔周りもちょっとやりつつ、ここも見てもらうと結構うねりは強いですね。ただある程度は残しておいた方がいいかなと思うんで、そこも重点的にいきましょう。あとは絡みを取るような感じで
やっぱケラチン補給ですかね。バシッとしていきたいかなと思います。ですね。そうなんです。一応溶かしておきたんですけど。OK です。では、いい感じにしましょう。はい。じゃあ、ということで、はい。じゃあ、今日は、表面の宿毛矯正に顔周り宿毛矯正でも、丸さを、このカール感を生かすために、カットはレイヤーって言って、ほぼ透かないスタイルでいこうかなと思います。はい。じゃあ、そういう感じで、ちょっと一回後ろもお願いします。はい。こうして、この下のカール感のツヤ感はまだすごいいいんだけど、やっぱ表面のこのザラつきに関してはもう完全にねじれ系の癖なんで、ここはバシッと綺麗にしちゃいましょう。OK です。じゃあ、まずプレシャンして、10.5 のチェンジリンスでプレボージョンさせてきてもらいます。お願いします。はい。じゃあ、プレシャンして 10.5 のチェンジリンス終わって、アルカリ標準がされている状態ですね。で、濡れてると、こうやって、ちりつきがないんですよ。すごい綺麗な感じで、毛先にいい感じのカールも、なんならデジタルパーマかけたみたいな、いい感じのカールがあるんで、それこそさっきのカウンセリング時の表面ストッパー、下は何もしないレイヤーカットが一番綺麗に決まると思います。で、髪質的にさっきモデルさんおっしゃってたレテンになるような、要は俺ですね。俺だったりとか、すごい髪のダメージにつながりやすいんで、今日は完全にペーハーを落とします。ペーハーを落として、3世紀での宿毛矯正をすることによって、髪の体力っていうのを保ちながら宿毛矯正することができます。はい。ということで、今日の薬剤は、ネオメテオクリーム 7.0、ペーハー 7.0、中性のクリームですね。に、ネオメテオインクライン、グリコール酸システアミン配合のペーハー 4.5 の還元剤になります。こちらを1に対して、はい、20%なんで、100g、20g でいこうかと思います。まあ、80g、16g とかでもいいかなと思うんですけど、今日はちょっと多めに作っておきましょう。はい。これどうなるかっていうと、こちらを 20% 入れることによって、ペーハー5から 5.5 の髪の東電点付近での宿毛矯正が可能になりますんで、ダメージが気になる方とか、あとは細毛難毛の人にはかなりおすすめの宿毛矯正になります。さあ、じゃあハーフドライして塗っていきましょう。はい。で、今日絶対的に綺麗にしたいのはこの表面ですね。表面この2センぐらいですかね。2スライスぐらいはしっかりと綺麗にして、チリチリしたイメージは絶対なくしたい。で、このサイドの毛なんですけど、この顔周りのカールは結構大事にしたいんですね。ここです。この下のこのカール感はちょっと綺麗に残したいんですけど、このもみあげ、根元からここまでの毛はしっかり伸ばしたい。ということで、しっかりと塗り分けます。上は毛先までいきます。で、前髪も毛先までいきます。ただ、サイドのこの毛先の丸さだけは残したいんで、そういう塗り分けをしっかりしていきたいかなと思います。ということで、ペーパー塗りですね。まずは、この顔周りは後塗りするんで、ダッカールで留めておきます。ここはダッカールで留めて、まずは表面の一番綺麗に見せたいところですね。綺麗に見せたいところを毛先まで2パネル塗っちゃいます。ここで、ここのとこにジリジリして、つむじの関係もあって、ここのチリチリが残ってると 100% 綺麗にならないんで、まずはこういう形で塗ったら、ペーパー挟んだら、しっかりと塗り込む。塗り込む。塗って、塗布量大事です。なんでしっかりと溜め込んで塗る。ペーパーじゃなかったら揉み込むぐらいのレベルなんで、ペーパーがあってもしっかりと浸透するように塗り込む感じですね。で、毛先も、ちょっと2センチぐらいは外しといていいです。どっちにしろレイヤーが入ってここら辺は切られると思うんで、これぐらい、2、3、4センチですかね。外しといて、ペーパーでしっかりと挟みます。そしたら次ですね。ちゃんと裏も塗る。裏も塗って、揉み込んで、ペーパー、ご質問たまにあるんですけど、アルミのペーパーテックの4ストレートですね。しっかりと揉み込む。で、毛先3、4センチ、5センチを外して、ペーパー。はい。で、こんな感じで進めていって、で、サイドのここに関しては中間まで、この中間の一番うねりの強いところまで塗って、前髪もペーパーっていう形でいこうかなと思います。
はい、そんな感じで2人で行きましょう。0点にはしないんで安心してください。あまり目も良くないので、あんまり気がつかなかったんですよ、最初。うちに帰るまで。で、うちに帰った時点で0点だったんですか？うちに帰ったら、えって思って。それはちょっと皆さん気づいてるかな？えって思って、これでもなって、もしかして私の髪が合わなかったのかなと思って。0点はちょっとあれですね。で、職場の人に、なんか面白い受け方したねって言われて。面白い。職場の人に分かるぐらいなんで。分かるって言ったら、どうしたって言われて、いや、分からん。いいっすね。でも、ちょっとあれですね、話し方が分かります。岩手の方の。はい。うちの母親の実家に行った時に、みんな。そう。僕も1週間行くとすぐ馴染んじゃう。遠野駅ですか？いや、駅は花巻と遠野の中間ぐらいなんですよ。おお、花巻線。釜石線です。釜石線だ、釜石線。そう。新花巻から出てるんだよ。路面電車みたいな。そう。はい。電車じゃないんですね。また間違えた。なんていうんですか、あれは。あれは列車？汽車。ディーゼル駆動なんで。そう。僕もだからね、しばらく行ってないから。多分お子さんの時に行かれたぐらい。中学生が最後ですかね。やっぱりそうですよね。行ったことない人生です。岩手？はい。そう、岩手ね、いいよ。一言で表すと田舎です。いいですよね。いい田舎だよ。いい田舎ですか？そう。いや、そう悪い意味じゃなくて、田舎だよ。空気は美味しいよ。自然すごいですよね。すごいですよ。毎日は野生の鹿と野生の熊と。怖。熊は怖いですね。危な。車越しに見るので、生ではちょっとやっぱり危険なので。そうですよね。車越しに。危ないですね。いやでもね、すごくね、いい。住みたいですか？いや、住むのは難しい。いや。遠野はじゃあお詳しいですか？そうでもない。そうでもないですか？遠野に行ったら絶対行く温浴施設みたいなのがあるんですよ。どこ？水公園って。知ってます？知ってます。これはもうあれですよ。遠野付近の人はみんな知ってる水公園っていう、なんていうんだろう。地元区ですか？地元区すぎる。知らない。温泉施設。銭湯じゃない。なんだろう。スパでもそんなこじゃれたものじゃない。こじゃれたもの。そんなんねえよ。温浴施設。なんていうんだろう。健康ランドともまたちょっと違いますよね。違いますね。なんかすごいかやぶき屋根のなんか古民家みたいな。かやぶき屋根って何ですか？日本昔話に出てくるお家の屋根みたいな。で、そういうところでご飯食べたり、あとニジマスの釣り堀があったり、でニジマス釣るとそのまま塩焼きにしてくれるの。お店がですか？お店っていうかその水公園が。水公園さんが。そうで、大きい風呂もあって、広いんですか？めっちゃ広いっすよね。広いです。そういうね、いいところがあったんですよね。難しいですね。いや、私は行ったことないです。実は行ったことないです。地元あるあるで、地元民は行かないってことですか？岩手県民なんですけど、わんこそばも食べたことないです。わんこそば？わんこそば有名なんで。行ったことないですけど。ちっちゃい一口ぐらいで食べられるおそばをこう入れられるんですけど。40とか50とか食べるやつですよね。すごい人は100とか。本当にそんな食べられるのかな？本当に一口だよ。本当に一口。はいって入れるやつ。そう。美味しいですよね。食べたことないか。食べたことないです。僕はそば好きなんで。食べたことあります？あるよ。何皿いけました？覚えてないな、でもそれ昔すぎて。少なそう長田さん。そうなんだよ、実は。意気込むんだけど。もう無理とか言ってそう。もう大丈夫です。今日いらっしゃったんです。昨日の夜。今日です。新幹線で。じゃあ結構朝早く。まあそうですね。いつも夜遅いので寝るのが。なんで、いやこのまま起きてた方がいいのか、寝て私は起きれるかとか思いながら寝ちゃいましたけど。寝ちゃいました。はい。全然。何時間ぐらいですか？3時間。でもちょっとできますね。そうですね。意外に近かった。そんなもんだよ。思ったより近かった。盛岡の方から来る早手に乗っちゃうともっと早く来ちゃうんですけど、来れちゃうんですよ。
颯は僕行ってた頃はなかったですね。山彦山彦だったんですね。山彦。山彦。しかも僕の母親の実家がとんでもない田舎なんですよ。遠野の中でもってことですか。月申しってわかります？わかりますわかります。やばくないですか？まあでも遠野の市街地以外はみんなやばいんで。やばくないですか？いやすごいよ。ひどくないですか？月申しちょっと見てるったらどうするんですか？月申しの人は人口500人もいないと思う。どうするんですか？多分い見ないと思うてたら月申しの人が私のとこすごい言われてるとか。大丈夫大丈夫。自覚もあると思う。何がやばいんですか？まず交通の便が悪いし、村っていうか集落っていうか。集落そう集落。本家とか文家とかあるタイプ。そう。あの下。そう歴史が。いやもう本当に山川って感じ。昔話みたいな。だから私の住んでる地域もそうなんですけど、田んぼが結構少ないんですよ逆に。平らな土地がないので、山があって川があって、その間に道路を作ってるだけみたいな。川とかだって普通に手づかみでハゼとか取れる。手づかみでハゼ。お前は取れないと思う。多分川岸までたどり着けないと思う。そう。たどり着けないと思う。岩場をこうやってすっごい綺麗な清流が流れてて、じいちゃんがトウモロコシが植えてたからそれを勝手に取って、まあ自分家のだからね。だから取って人の家のじゃないよ。だから取ってそのまま茹でて食べる。だからトウモロコシ好きなんですか？やめろよお前。そうだったんですね。やめろお前。そういうことじゃなくてですね。トウモロコシ好きだから好きなんですね。でも取りたてをパッと湯がくか蒸すか焼くかして食べるとめっちゃ美味しいですよ。いやうまいですよね。本当に。岩手にでも行っても遠野には行かないで月なんちゃらとか。月申しにはでも行かないですもんね。セミナー。月申しセミナー。無理です。集客というものが。長さんのママの実家付近でセミナーしてみたみたいな。美容師さんがいない。美容室ないからまず。コンビニあります？ないバカ。ふざけんなよ。何があるんですか？何もないよ。どうやって生きていくの？でも車で1時間ぐらいかけてスーパー行く。スーパーに1時間人のこと言えないじゃないですか。いや俺の実家じゃないから俺の実家じゃないから何言ってんの。そういうところって結構点在してるんですよ岩手って。あとペンの悪いところって言ったら変ですけど、なのでスーパーの方々が宅配してくれる。そう宅配ありますね。でも俺のじいちゃんは亡くなってますけど、毎日車で1時間かけてパチンコ行ってました。じいちゃん活発ですね。でもパチンコがすごい娯楽な。遊びが他にないからですか？まあそうでしょうね。まあ農作業とかね。若者は何して遊ぶんですか？いない。特等でごめんね。いない。何して遊ぶんですか？長さを行った時はだってさ、そんなさ4日間とか5日間だから。でお子さんって子供は楽しいんですよ。何もなくても。山があって川があるから山登ってみたり、その辺走り回ってて楽しい。意外にそうで川でハゼ。夏以外はちょっときつい。冬はなかなかね。でも岩手県あるあるなのかもしれないですけど、全ての家に餅つき機がある。ない。勝手な妄想。これですか？ガチの方ですか？餅つき機っていうなんか炊飯器みたいなやつに。それならなかったですね。そうついた。いや俺県南の方はあるかもしれない。県南の方はあるんですよ。一ノ関とか奥州市とか全然知らない地名がそういっぱい出てくるよ。ごまで食べますよ。そうですね、ごまですね。ごまあんじゃないですね。ごまをなんていうんですかね。ごまをすって砂糖を少し加えたものにお餅を入れるんですよ。そうすると黒ごまでしかうまいですよね。美味しいですけどお口の中が大変なことになりますよ。乾燥地帯。パッサパサになる。でも餅がしっとりしてるから。あと黒ごまなので。口がガーって。いやでもね一度は行ってみた方がいい。月申しはたどり着けないかもしれないよ。バスですか？バスもない。バスない。何で行くんですか？車。で冬は雪がすごくて坂道登れなくなるから、どこどこの誰々が帰るぞっていうと村人が出てきて坂道に砂撒いてくれる。お優しい。確かにあります。おおと思って。冬はね寒いんですよ。でオイルあるじゃないですか。ここの洗面所で固まる。オイルがそれ相当寒いですね。油が固まるのはやばいですね。と思って、でも温度変化にも弱いし室温に戻してからどうしよう私とか思いながら室温に戻してください。はい、じゃあ練り終わったんでちょっと一回見ましょう。はい、
まあこんな感じですね。もうペーパー塗りでしっかりと塗るとこと塗らないところっていうのをしっかりと分けてください。じゃあこれで、これも取って、顔周りとか大丈夫か。はい。そういう感じで、これでまず15分放置します。で、ゆっくりゆっくり、完成期なんですぐに再現はしないと思うので、15分放置してチェックしてみます。はい。じゃあお待ちください。さて、行きましょう。すごい。欲しいんですか？いや、そうではないです。ちょっと面白そうだなと思って。マザーボードいや、そう。ってパソコン自作する人じゃないですか。びっくりした。とこじゃないとなかなか。まあ読めないですよね。読めないです。OK。じゃあちょっと後ろすいませんね。はい、失礼します。はい、こんな感じ。もういいかな。こうやって触ってざらつきが取れてるのをまず確認してください。で、このやっぱちょっと中間から毛先がまだ残ってるんで、まあもちろん塗ってない部分もあるんですけど、そこら辺ちょっとチェックしていきたいかなと思います。で、ある程度もうやったら他のところに若干ついたりしても大丈夫なんで、ペーパー外しちゃった方がより分かりやすいですね。ちょっと失礼します。こうして、もうちょい欲しいかな。フォーミングしてうねりが取れてればいいんですけど、細毛軟毛の人って薬の粘土で伸びちゃう場合があるんで、こう優しく取ったりしながら見る。もうちょい欲しいですかね。ちょっと毛先伸ばしてみますね。やっぱ髪の毛は細い方。細い方ですね。すごく。全然悪いとはなくて、すごい柔らかくて、逆にだからこそ、これぐらい癖があっても、すごいいい感じになる。で、今回、pHって言って、普通、宿毛矯正剤ってアルカリ性なんですよ。要は髪の毛を若干、悪い言い方すると溶かして、で、髪の内部にパーマ液入れて癖を取っていくんですけど、今日はもう酸性って言ってむしろ引き締めてるのに、徐々に効かせるっていう、すごいスピード自体はゆっくり、もうすでに15分とか放置しちゃってるんですけど、多分従来の宿毛矯正とかだと髪が細すぎて薬塗って5分以内に流しとか多分そういう感じになるんですけど、この薬は逆にすごいスピードがゆっくりなんで、ゆっくり効かしてあげた方がいいですね。いろいろあるんですね。いろいろあるんです。なかなか面白いですよ。前はほらハビットとか。ハビット懐かしいですね。やりました。でもやっぱり合わないっていうかなんか変で。ハビットは多分合わないと。やめて、まあ自分の癖でショートカットにしてみたりとかやってみたんですけども、やっぱ40代ぐらいになってきて、やっぱこう薬とかでちょっと髪の毛全部なくなった機会3回ぐらいあって、で生えてきたやつがちょっとチリチリしちゃう。したらこれでも良くなりました。逆に良くなりました。良かったですね。体力がなくなったからなのか。いやまあね、生えてきたやつが少し癖がね綺麗に生え変わったのかもしれないですけどね。そこら辺はちょっとね、まあ僕もお医者さんじゃないんで分かんないですけど、でもねかなりいい感じになると思いますよ。でもうちょっとだけ置きましょうかね。前髪も失礼します。OK、いい感じです。はい、じゃあ美容師さん向けに説明なんですけど、pH は 5.5 から5.0 ぐらいですね。特にネオメトのクリームは混ぜてからどんどんpH が下がってきます。インクラインの3の方に寄せられていくんで、今もう逆に硬化してる段階ですね。だから全然こうやって怖くないというか、普通髪質的にねグニャンってなって、どうしよういつ流そうっていうのがありがちなんですけど、これはもう全然問題なくできてるんで、このままあと5分置いて、で最後インフォームで水分足してあげるのと結合強化と、あとは浸透促進させて流しましょう。ちょっと5分だけこのままお待ちください。はい。さあよろしくお願いします。めちゃめちゃ詳しいじゃないですかパソコン。いや違う。見てただけで。アスキーを読んでる人はなかなかですよ。秋葉原好きな人ですよ。行こうかなと思ってました。行こうかな。いいと思います。よし、じゃあインフォームですね。はい。じゃあ泡だらけにして。はい、こんな感じでコーミングしたら、一応念のために細いスライスを取ってあげて、で薬をしごく、でうねりが取れてることを確認。はい、ということでうねりが取れてることが確認できたんで、これが泡が馴染んだら流します。1分弱ですかね。はい、じゃあで流しはいつもの工程なんですけど、ヘマチンしっかり流し、っていうかその前に水洗ですね。水洗の重要性。水洗は本当にしっかり5分流す。もうしっかりと流してください。流してヘマチンチェンジリンスして、インフォミリオノットシャンプーして 7.0 でチェンジリンス、しっかりとpHを調整してあげて、ドロップチェンジリンスで流さずに上げてきてください。お願いします。さあ流し終わりましたということで、このままカットいきます。でカットの前に中間処理剤をつけといた方がいいですね。ケラチンと CMC がついていれば髪は全ての栄養素を補給できます。はい、メテオコネクターの5倍希釈ですね。まず全体につけて、でアルテマアクア原液ですね。このコーミングした時にここら辺ですね、
もう癖がこれだけでだいぶないのと0点になってません。何だったんでしょうね。あるあるですね。はい、大丈夫です。じゃああとはね、アイロン気をつけないともしかしたら0点になりやすいかもしれないんで、そうですね、そこら辺もちょっと僕もちゃんと気をつけていきたいかなと思います。というのと、あとは、せっかくカールこうやってあるんで、癖を生かすためには、王道の下からのレイヤースタイルが一番いいかなと思うんでいきましょう。ということで、この後頭部の上の丸さ、クラウンの部分ですね。鉢上の部分を取ったら、ちょっと下向いてってください。そしたら、しっかりと、確かに襟足は難しいですね。しっかりと襟足も押し込むようにコーミングをしてあげて、綺麗に奥までコーミングしないと絶対後でビヨンビヨン出てくるんで、しっかりとコーミングをしてあげる。で、長さを、まず、ちょっと前上がりするんで、後ろはそんな切りません。2、3センチ。で、こっからもう上げていっちゃいます。上げていく。徐々に、ここです。前に行くに従って、ちょっとずつ短くなるようにしていきます。こういう感じですね。で、顔周りの毛が少し短くなるように計算していきましょう。で、このまま、ほい。だから後ろは全然2センチぐらいしか切ってなくても、横とかはこうやって5、6センチ切るとこがありますね。はい。切ります。こうして、徐々に上げていく。そうすることによってレイヤーがすごい入れやすくなります。前下がりのアウトラインでレイヤー入れていくのってすごい難しいんですけど、前上がりになってれば比較的簡単にレイヤーが入ると思います。一回前向いてください。ここで一応もみあげの毛チェックで一発 OK。はい、もう一回下向いてください。そしたら、はい、まずセンターラインを取ったら、こうして引っ張って、レイヤーを入れていきます。この起き上がった時に床と垂直になるようなスクエアなレイヤーを入れてみます。なので結構しっかりと切りますね。で、ここもガイドに沿って、センターのガイドに沿って、ピッと。で、こういう形で、ハの字でスライスが取れればいいかなと思います。そうして、よいしょ。ここら辺。ちょっとね、毛が細いとこうやって頭皮に張り付くんで、しっかりと浮き上がらして切る。浮き上がらして。で、かなりくっついてたら逆方向からのコーミングもしっかり入れてあげて、切る。レイヤーですね。同じく。もうガイド通りですね。で、ハの字で、こうです。こうすることによって、癖毛の人はもうすべて綺麗に癖が一方向にまとまってくれるんで、なんならパーマかけたぐらいのいい感じのカールになると思います。癖を生かすってこういうことですね。で、さらに顔周りとかやっぱ気になるところ、やっぱ癖を生かしきれないところっていうのは矯正してあげる。そう言って、少しでも、そのお客様に合わせたね、ライフスタイルに合わせたスタイリングのしやすさっていうのをご提案してあげるといいですね。上こんぐらい切るとこありますね。だから一番最初、毛先外して矯正剤つけたんですけど、それでちょうど良かったかなと思います。で、こうして、しっかりと頭皮からコーミングする。頭皮からコーミング。はい、ごめんなさい。一回奥へ上がってください。はい、じゃあそのまま行きましょう。こうして、下、アウトライン切らないようにしっかりと見極めて、ハサミを入れる。こうして、はい、頭皮からコーミングして、張り付いてたら逆から。特につむじ周りはちょっと張り付くことも多いと思うんで、しっかりと逆側からのコーミングを忘れないように。で、この耳周りっていうのは穴が開きやすいんで、しっかりとアウトライン見極めて切る。で、切る。こうして。トップはセームレイヤーにしましょう。頭の丸み合わせて。ちょうどね、モデルさんも後頭部の丸みがって言ってたんで、そういうところはだいたいセームレイヤーで切ると、比較的丸さが作りやすいです。はい。そしたら、こっちサイドでいきます。サイド自体は短く切ってあるんで、そのまま縦スライスにすると、バックのレイヤーとつながりやすいと思います。ガイドを見極めて、これですね。ガイド見えるかな。はい。はい、そしたら顔周りは0度で自分の好きなというか求めるお客さんの顔に合いそうなレイヤースタイルの角度にします。で、そしたらここ、横スライスで取って一応チェックします。でちょっとこういう角が出てきたら落とす。こういう感じ。
でもうセイムレイヤーになるように結構バッサリ切って、ただ後ろの長さはそんなに変わってないっていう状態ですね。セイムレイヤーで顔周りにもしっかりと段が入るように。で顔周りの最後の0度のところはチョップカット、少しカットラインぼかしておくと後で馴染みやすいです。こうしてこうですね。さあ縦に引いてこうです。で真正面で横、はい、であとセイムレイヤーですね。頭の丸みに合わせてどんどん細かくスライスを取っていく。指の長さ分切っちゃうとどうしても頭は四角くないんで丸い状態で指が直線なんで、それをひたすら丸くするためには細かく取っていくと綺麗になります。こうですね。よし。はい。で持って最後ヘビーサイドのレイヤーをチョップカットで整えて逆サイドとつなぐ。はい、そしたらトップの角をチェックしてブローします。本来であれば癖を生かしてスタイリングするんですけども、ここはドライカットするのとアイロン入りたいんで一回ブローしますね。はい、そしたらノットミストですね。レブリン酸とセラミド、リピジュアなどなど髪にいい成分がかなりの高濃度で入っています。でリンクオイルですね。はい、失礼します。をつけたら乾かします。完璧じゃないですか。はい。じゃあちょっと皆さんに見ていただこうかな。はい、こんな感じです。レイヤーがここです。こういう感じ。このボンノクボあたりでしっかりとキュッとして、でさらにこう上に流れるようなレイヤーになってくれる。で下はレイヤーが入ってるんで、こういう毛の重なりっていうのがすごいしっかりと出ます。でほとんど正直ドライカットする必要がないと思うんで、もちろん前髪とかは切るんですけど、これに関してまずはアイロンですねしていきたいかなと思います。ここをちょっと映してほしいかも。こういう感じですね。もうこの時点で、もちろんねこの顔周りとかはね少しまだチリチリした毛がいるんですけど、少しここに関してかなりいい感じになってると思います。さてアイロンしていきます。アイロンは普通にラディアントでいきます。細毛軟毛で毛先パヤ毛を出したくない場合はラディアントの190度でゆっくり熱置きはします。熱置きはするけど190度でいこうかなと思います。ツインブラシは使いません。なんかいい感じじゃないですか。いい感じ調子がいい時は自力でも持っていける時もあるんですけど、湿気に当たると、ね、瞬発的にヘーンってギューッとなっちゃいます、朝しました。どうしたの？緊張してんの？なんでですか？なんか落とした。長さんの方がよく落としますけどね。緊張してんだ。ドキドキしながら営業してる。はい。今暴力事件がカメラに収められます。カットする。いや流します。流しますとお前で編集しねえだろ。よろしくお願いします。おいおいおい。よし、はい、じゃあこんな感じですかね。はい。という感じで今日はツインブラシなしですね。で、テンションをかけない。ツインブラシでどうしても引っ張っちゃうと表面の少し柔らかい毛のところに、アホ毛っていうわけじゃないですけど、熱焼けを起こしやすくなるんで、ちょっとテンションは緩めでやってます。で、この後、シャンプー台でセカンドローションですね。セカンドローションをバーっとつけて、オキシ、加水 1.5% のオキシをバーっとつけて、でその下にシャンプーボールにお湯を溜めて 6% とメテオ GL を3対1で混ぜたものをお湯で溶いて、1.5% から 2.5% ぐらいまでどんどん濃度を高くしていくっていう方法でやっていきたいと思います。はい。じゃあ、早速、乳液処理ですね。はい。じゃあ、そんな感じでシャンプー台で寝ていただいたら、そのままセカンドローションですね。はい。こちらそのままバーっとつけてもらって、はい。つけ終わったら、ブラシですね。スカルププレミアムブラシ、ロング。合ってる？プレミアムスカルプロングブラシじゃないですか。はい。間違えました。はい。そんな感じで、こう、優しく溶いてあげる。はい。で、ブラッシングが終わったら、ペンをしてお湯をためます。マーグのお湯をためて、はい、そこに 6% とメテオ GL3 対1を溶かし込みます。で、少しずつ過酸化水素水の濃度が上がったものを髪につけて、レンジリンスっていう形ですね。で、またブラッシングして終わりです。で、その後に通常通りですね、ヘマチン、ヘマヘマとジャックエッジで、軽くバブリング、ノットシャンプー、ユニフォーム入りで、メテオコネクタの原液つけてしっかりと髪を取ったりとか、毛髪修復をして、で、7.0、4.5 のチェンジリンス、で、アルミのコアミ、そのままいきます。お願いします。はい、お疲れ様でした。はい。ホットのミストとピンクのオイルつけて乾かします。
完璧な状態で岩手に帰れます。よきよき。泊まるんですか？泊まらないです。日帰り？もちろんもちろん。全然そんなことないです。すいません。いえそんなことないです。あちこち寄ってから。秋葉原。もう寄りますけど、あと銀座にちょっと。あ、すごい。見てください、このツヤとくるんとした目を攻撃する奴らは今いません。はい。ということで一回乾かしていきましょう。はい。一回まだ乾かし途中なんですけど、これが乾かしただけ状態ですね。乾かしただけ状態で、今がまだむしろ乾いてないです。こういう感じ。もうツヤ感、はい、出てます。で、目に刺さるものもなくなって、で、カールを残してるんで、ここら辺、かなり、まあ先ほどお見せしたんですけど、こういう感じで、カールが残りつつ、こういう毛先の方の動きっていうのが出てます。なんで、ご自宅では、まあブローは表面はもちろんしてもらいたいんですけど、ねじって乾かす。そうすると、表面が綺麗なのに、すごいカール感がまとまってきます。で、ねじる時のポイントとして、結構やる時ってこうやりがちなんですよ。やります。やりますよね。これ実は NG で、これって硬くなるのここだけで、ここすごい触ってみてください。ぐにゃぐにゃしてください。そうですよ。ここをテンションかけたいんですよ。なのでこうやってしっかりここ触ってみてください。そうそう。こんぐらいテンションがかかった状態で熱が欲しいんで、あんまりにも濡れてるとずっと内側乾かないんで、これぐらい結構乾いてるじゃないですか。そうですね。はい。これぐらい乾いた状態でちょっとやってみます。はい。で、今ねじって乾かすと表面の毛も縁にしっかり入り始めて、さらにこういう感じですね。下のカールの部分がめちゃめちゃ綺麗にまとまってきます。これがレイヤーカットの良さですね。まあもちろんここら辺もうちょいドライカットするんですけど。で、さらにやっぱり表面の毛はしっかりと熱が当たってた方がいいんで、ツヤを出す面で。だから今日矯正かけた部分、このトップの部分だけは少しブローします。ブローすると毛先ここ伸びがちなんですけど、もう一回これで馴染ませる。ちょっと見ててください。上ブローして下をもう一回ねじって乾かすとここまで来ます。でこれまだもちろん右が終わってないんですけど、クロスを取るとこういう感じになるんですね。ちょっと前髪まだ邪魔ですよ。こういう感じ。こうひし形が作られて、さらにこの下にカール感が出るっていう。これ乾かすだけで、まあ一応ここはブローしちゃってますけど、これができるんで超楽になります。はい、お疲れ様です。っていうかまだ終わってません。ちょっと全体乾かしちゃいますね。はい。これが本当の意味での癖を生かすですね。本来であればデジタルパーマかけないとこういうカールが出ないものをご自身の癖で、一番ご自身の癖の弱点であるチリチリした感じとか、そういうのを全部排除した感じです。はい、乾かします。さあ、こんな感じですね。ちょっと一回後ろ見てもらいましょうかね。はい、こういう感じのトップのレイヤーがもうめちゃめちゃ綺麗な感じ。で、こういう感じ。すごいツヤを出した感じで、下のご自身の癖はレイヤーによって全て綺麗にした感じですね。こうです。こういう感じ。ということで、あとは顔周りの毛を切っていきます。はい、じゃあ、お眼鏡かけても目に刺さらないようにいきましょう。はい、こうして。でもあんま短くない方がいいですよね。そうですね。上がるってことはない。もう上がることはないと思います。じゃあ、ちょっと短めでいいです。はい、了解です。はい、こう取って。これぐらいどうですか？気持ちいい。気持ちいい。気持ちいい。あるあるですね。よし。この気持ちがね、家帰って洗うと、やっぱちょっと短かったかもあるあるです。全然短いのは別に伸びるのでいいなとは思うんですけど。了解です。よし。これぐらいじゃないですかね。はい。はい、OK です。そしたら、前髪とサイドの毛をつないでいきます。よし。ここですね。そうすると顔周りがちょっと優しい印象になるのと、これで今のところだけを優しくドライカット。はい。こうですね。毛飛ばします。ちょっと顔周りラストもう一回。でこの深く入れたレイヤーのところだけちょっとブラントが残ってたんで。完璧。そしたら基本的にはもう家だったらさっきの乾かしで OK です。ねじって乾かして表面ブローしてもう一回ねじって乾かす。超楽です。
ただ今日は水分が全くない状態にすると、今日かけたストレートパーマがものすごいキープされやすいのと、トリートメントも持続しやすいんで、ちょっとだけ脱水って言って水抜きますね。なんで基本的には家ではアイロンいらずです。アイロンしなくてもこんだけツヤツヤになってるのが分かってるんで安心ですね。しかも大体4ヶ月は超余裕で持って、で半年ぐらいまでは我慢できると思います。はい、よいしょ。そろそろカラーもなと思ったのが1年ぐらい前、入れようかな、どうかなみたいな感じで今はされてない？してますね。ちょっと茶色くなってるのはされてますよね。ちょっとだけ入れて、でこれだったらまあそんなに白髪目で目立たない。でもそんな入ってないですよね。そんなまだでも白髪ちゃんは突然やってくるらしいのでまだそこまでではない、気にするほどではないかなって思ってて、もうちょっと目立つようになってからにしようかな。そう、意外に何ですかね。僕も遺伝ですかね。僕一本も入ってないんですよ。そう、鼻毛に入ってるちょっとショックですよ。でもなんか詰まってんなとプッてやったら多分最初の一本はショックかもしれないいろんなところでそうで、頭が生えてないから。でうちの母も亡くなってるんですけど、60過ぎるまで生えてなかった。そうだから結構ね、みんな生えてない人が多いのかな。癖もお母様譲りですよ。なんか癖毛っておっしゃってましたよね。癖毛、そうです。でも母親はここまで癖強くなかったです。ただ髪質は全く一緒ですよ。じゃあそうなのかもしれない。いろいろね、不思議な世界だちょっとせっかくパーマスタイルで動きある感じしたいんで、バームにします。ただバームって毎日つけるのちょっと面倒くさかったりもするんで、ここぞという時だけでいいです。でちなみに髪質的にそんないっぱいつけるとベタつくんで、これぐらい。でも結構いっぱいですね。減らそうかないや確かにちょっと多いなと半分にします。よかったです。なんか指先にちょこっとみたいなイメージだったね。すごいちょっとです。取り直します、もう一回。いや俺もなんか見せたらと多いなと思ってこっちでなくしちゃいます。なくして、で中間から毛先にさっとやって、このラフな感じだ。巻いてないでこのカール感って出せないですよこれはもう生まれ持ったもんかな。でも結構癖の強い人で同じような癖の人が多いから、そういう人はねちょっと参考にしてもらえればいいのかなと思うんで、はい、さあ変わりましたねおかげさまでバッチリだと思います。はい、じゃあまず前から見た感じは全然バッチリだと。乾かしただけ、巻いてないでここまでのカール感、そしてレイヤースタイルで、後ろが多分レイヤーの一番肝になってて、後頭部の丸みとかが多分ご覧になりたいと思うので、こんな感じ。丸い丸いでこのレイヤーの重なり具合とかもかなりかっこいいかなと。はい、大丈夫ですかね。大丈夫です。ちょっとじゃあ後ろもお願いします。はい、こんな感じです。こう表面の毛のジリジリっていうのは全てなくなって、でレイヤースタイル曲がるぐらいの宿毛矯正ですね。やっぱアルカリほぼ使ってないんで、ほぼ使ってないというかノンアルカリの酸性の矯正なんで、これぐらいの柔らかさは結構出やすいですね。癖自体がそこまでないんでアルカリを使う必要はないのと、やっぱ一番最初言ったんですけど、髪の体力っていうのもアルカリで攻めすぎるとちょっと溶け出すっていうよりはちょっとダメージにつながりやすいんで、これぐらいにしました。はい、そんな感じで。ありがとうございます。ありがとうございます。いや何回かご応募いただいてて。そうですね。機会があればって思ってたんで。しかもなんか大野だって書いてあったから、おおと思って。はい、ありがとうございます。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、今日はありがとうございました。動画が大体。はい、ありがとうございます。じゃあありがとうございました。はい。お疲れ様でした。目が乾燥してます。やっぱレイヤーだよね。癖ある人には。喉鳴りました。目めっちゃ乾燥しません今日。しょぼしょぼするずっと。こんなに湿気あるのに。私の目はサハラ砂漠のようです。65%か。乾燥しますか。なんか目がしょぼしょぼして。それコンタクトもう古いんじゃない。今日は来たばっかですけどね。じゃあそんな感じでまたバイバイ。